初砂場。いいぞ。できた。オンクラシック5。かわいいウェンディ。大丈夫？飛んでいきそう。そしてジョン図らずもジョンおめでとう。
実に。かわいい。たまちゃんとまるちゃんのハンバーグプレート。そして桜系のプリンエラモードです。まずこれ可愛くない？可愛いね、やっぱそれ。ティーチャーム。ココアは美味しいねって書いてある。なんでこんな美味しいもん誰が考えたんだろうね。さ、可愛い。こじこじのポーチ。私も買った。いや、かわいい。失敗するより休んだ方がいいよ。タオル。あとこれやばい。お腹が痛くなった時。最高。お茶碗。あとこれ今回の図録。図録いいよね。あとはまるちゃん一巻。あ、一巻買ったの？ここ公園に。ほのぼの劇場。最高。超劇。丸虫町。旅エッセイ。本結構買ったね。楽しかったね。楽しかった。もう大満足。また行こうね、なんか。
皆さんこんばんは、ミックです。11月に入りだんだん寒くなってきて、やっと私の好きなホリデーシーズンが始まったなというような感じがしています。私は早速、もうねこちらにクリスマスツリー飾り付けたりとか、あとはお部屋の中をクリスマスらしい小物を置いて装飾しています。そんな11月の始まりなんですけれども、私のブランドからもねこのホリデーコレクションに向けていくつか商品を発売していたかと思います。そのホリデーコレクションの中で販売していたこちらのヨールトリというキャンドル、これがご購入された皆さんのお手元にもうすぐ届くかと思います。このホリデーコレクション限定のキャンドルヨールトリはフィンランドのタンペレという都市のクリスマスマーケットをイメージしたキャンドルです。クリスマスマーケットの中で楽しめるグロッキというホットワイン、それをね思わせるそんな香りのキャンドルとなっています。でこのキャンドル作る時にホットワインの香りとか、あとはクリスマスマーケット内で漂う空気感、そういうものをできる限り再現したくって、いろいろね香りの配合を試していって、スパイスとかワインの香りとか柑橘の香りとか、そういうものをいろいろと混ぜた複雑な香りになっています。私のおすすめの使い方は、このキャンドル届いたらすぐに火を灯すことです。火を灯さずに置いて自然にね香る香りを楽しむっていう方もいると思うんですけれども、このキャンドルは本当にいろんな香りを混ぜているので、火を灯さないとオレンジとか、あとはパイナップルとか、そういうフルーツの香りが強く香ってきます。ただ火を灯していくうちにどんどん中からクローブとかシナモンとか、あとは赤ワイン、そういう香りがじわじわと溶けて、それらの香りが混ざり合って部屋全体がクリスマスマーケットだったりとか、あとはホットワイン、そんな香りに包まれていくので、ぜひね購入された方は火を灯してこのホリデーシーズンをクリスマスの香りに包まれながら過ごしていただきたいなと思います。こちらもうすぐ皆さんのお手元に届きますので、楽しみに待っていてください。でこの後はこのね少し前にお友達ののんちゃんと飾り付けたツリー、このツリーを飾り付けてる様子をプレイリストでお届けしたんですけれども、そのコメント欄でこのオーナメントをもっと近くで見たいですとか、あとは紹介してくださいっていう声がいくつか来ていたので、今からこのね私のツリーに飾っているオーナメントをご紹介していきたいと思います。もう去年に比べてたくさんオーナメント増えてるので、思い出話とともに見ていただけると嬉しいです。はい、それではオーナメントをご紹介していきたいと思います。でまずこちら一番てっぺんにつけているこちらの星ですね。この星はニトリで購入しました。最近買ったものですね。であと上からこれはフィンランドのヘルシンキにあるクリスマスオーナメントがたくさん売ってるお店で購入したんですけれども、ガラスのドームの中にこういう感じで寝そべってるサンタさんが入ってるオーナメントですね。あとこのサンタ帽をかぶったワニ、これはねオーストラリアのケアンズにあるハートリーズという動物園みたいなところで購入したワニです。このプレスツアーの時にのんちゃんとアイちゃんと出会った、そんな思い出深いオーナメントになっています。あとこういうマリンのようになってるボーダーのオーナメント、あとはこの赤ピンクグレー、これは確かフランとかなんかそういう感じのところで買った気がします。もう10年ぐらい前ですね。次はこちらメリークリスマスって書いてあるこのオーナメント、これもおそらくフランとかで買ったかなと思います。ちなみにこれもフランです。はい、10年ぐらい前なんですけど、昔はねフランで結構オーナメント揃えてました。あとはこれめっちゃ可愛い、こちらディズニーストアのオンラインで購入したんですけど、私の大好きなディズニー映画ビアンカの大冒険、私の大好きなワンシーンのオーナメント、一番いい位置に毎回飾ってますね。あとこれはおそらくクリスマス専門店とかそういうところで買ったような気がします。あとはこちら、これフラダンスのねオーナメントなんですけど、これはねうちの母がなんかくれましたね。多分ハワイで買ったんだと思うんですけど、ミクがクリスマスツリー飾り付けてるからあげるよって言ってくれました。あとこれ白にゴールドのクリスマスらしいオーナメント、これもどこで買ったのかちょっと覚えてないんですけど、10年前ぐらいに買ったものですね。こういう雰囲気も大好きです。そして他にはこのキラキラのオーナメント、これも多分フラン。あとは前回も紹介したんですけど、こちらイッタラの、秋のお野菜オーナメント、これはブドウですね。他にはかぼちゃと、あとはナス、あとこちらムーミンのねオーナメントも持ってます。これはフィンランドのムーミンショップで購入しました。このムーミンとこちらミー、
あとはスナフキン、そしてスノークのお嬢さん。キャラごとにこのガラスの色が違うのも可愛くて、ただね綺麗に保存してたのにこの白の部分のところがちょっとなんか色が変わってきちゃってるのが残念です。でもお気に入りなので飾ってます。あとは、こちら去年のフランスとドイツのクリスマスマーケット巡りで購入したストラスブールのオーナメントです。こちらコルマールですね。これは思い出のオーナメントです。あとこちらはドイツのシュトゥットガルトのクリスマスマーケットで購入したブリキかなのオーナメントですね。すっごく作り込みがね細かくて、バスの上にクリスマスのねプレゼントが載ってる可愛いオーナメント。これドイツのクリスマスマーケットの思い出。あと他にもねドイツのクリスマスマーケットで購入したプレッツェルのオーナメントです。あとこれもねドイツで買いましたね。ミュンヘンのクリスマスマーケットで買ったツリーのオーナメントです。あとはこれですね、めちゃくちゃ大きいこちらのオーナメント。これは今年の1月に行ったカリフォルニアディズニーランドで購入したオーナメントです。ミッキーの形をしたガラスのオーナメント。耳のところにはねティンカーベルがいたりとか、そしてなんといってもこのガラスの中のこの作り込みがめちゃめちゃ細かくてめちゃくちゃ可愛いです。これねすごく重かったんだけど買って持って帰ってよかったって思ってるオーナメントです。存在感もすごい。あとこちらにはフィンランドのヘルシンキのオーナメントですね。これもヘルシンキにあるクリスマスショップで購入しました。キラキラしてて可愛いです。あとはハワイのメイシーズで購入したこのねサーファーサンタ。あとこれクリスマスインハワイココナッツジュースのオーナメント。ハワイのメイシーズでは他にもこちらグリンチのオーナメントも買いました。グリンチ大好きなので私。あとはこちら、これはハワイのアンソロポロジーで購入したんですけど、気球に M のアルファベットがついてるオーナメントですね。オーストラリアのプレスツアーでのんちゃんとあいちゃんと一緒に気球に乗ったので、その思い出を2人にも共有したいなと思って気球のオーナメント A って書いてあるのと N って書いてあるやつをのんちゃんとあいちゃんにね去年のクリスマスにプレゼントした思い出があります。あとこれさりげなく飾ってるこちらの革のオーナメント。これはね私のブランドヒンクヌンクで今回のホリデーコレクションのキャンドルを購入した方についてくる雪の結晶のレザーオーナメントですね。ぜひこういう感じでツリーにつけていただけると嬉しいです。あとこれスイスの新婚旅行の思い出ですね。こちらツェルマットのお土産屋さんで購入したオーナメント。ガラスの中にマッターホルンが入ってます。このリボンのところもスイスの国旗になってて可愛いですね。あとこちらガラスの可愛いオーナメント。これは代官山にあるクリスマスショップで購入しました。あとこの辺のこういうスパンコールだったりとか、こういう中に綿みたいなの入ったりとか、こういうクリスマスらしい大きめのオーナメントですね。これもフランフランとか、あとはニコアンドとか、そういうところで10年前にちまちまと集めていたものを未だに飾ってます。でこういう大きめの主張のあるオーナメントの他に中くらいのサイズのガラスのオーナメントをいくつか飾ってるんですけど、このねガラスのオーナメント、これは今年の IKEA で購入しました。はい、今売ってます。この辺全部 IKEA です。その他に飾ってるこういうねシンプルなオーナメント、小さなオーナメント、これも全部 IKEA です。で今年はねこのつららみたいなオーナメントも IKEA で購入したので、このつららはツリーのね足元ら辺にたくさん飾ってつららが垂れ下がってる感じにしています。はい、そんな感じです。私のクリスマスツリーは旅の思い出、あとは自分の好きなもの、そんなものがたくさん詰まった毎年少しずつオーナメントが増えていってどんどん賑やかになっていく、そんなツリーになっています。これを一緒に飾り付けてくれたのんちゃんにも感謝です。I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call my home. Maybe I'm going
someplace new. I'll move to a dump in a faraway slum to help me forget about you. I might be going to sunny California. I'll go surfing the waves till I drown. I really don't care, I will go anywhere. I just gotta get out of this town. 'Cause I see you in every corner, all the buildings and streets where your name. Go on, tell me I'm free to do as I please, but without you it's all the same. 'Tis a season to be lonely, and this Christmas sure feels blue. I'll go out of my way to get out of this place where everything reminds me of you. All those memories of you, they taunt me, but they're all I have left since you're gone. The longer I stay, there's no getting away. Gotta find someplace new to be alone. You'll be here with your friends and your family, all the loved ones that used to be mine. I'll be out of your way and out of your life, and I am going out of my mind. 'Tis a season to be lonely, and this Christmas is as sad as can be. I'd go out of my way to get out of this place, to forget you're not here with me. But wherever I go, I'll be thinking of you. 'Tis a season for feeling blue.はい、始まりました。最近同様ラジオ第16回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのお家にアトリエを作って、そして私たち夫婦が半別居生活になったので、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオとなっています。今週はですね、前回のラジオで皆さんのおすすめお取り寄せグルメを聞いたんですね。はい、でそれでいただいたコメントの中から3つか4つぐらいお取り寄せして、私たちここまでの期間にめっちゃ食べてきましたね、いろんな、はい、でそれで今日目の前にあるのが最後の一品。こちらは何でしょう？これは秋田県の名物のせんべい汁。こちらせんべい汁食べていきたいと思います。はい。せんべい汁って初めて知りました。そうですよね。こちらはですね、はい、過去に B1 グランプリを優勝したことがあるせんべい汁。へー。でこれはせんべい汁の中でもシャモロックせんべい鍋セットっていうプラス青森のシャモが入ってたりとかいろいろ入ってるセットを
注文してみました。はい、まず食べてみたいと思います。これがさ、硬いせんべいをパキパキ割って入れたんだけど、わ、すごいふわふわになってる。うん、どんな感じなんだろう。人生で初めて食べるわ。ね、俺結構せんべい汁ってなんかちょっとパリパリ食べるんかなと思ったら、うん、ブヨブヨ系じゃん。ブヨブヨにするんだ。大好き。私とにかく歯ごたえがないものが好きだからさいやー、鍋の季節ですね。今日からぐっと冷えましたからね。はい。あ、ちなみにですね、このあなたが今手に持っているこちらのちゃんは私の処女作ですかそうですかどうですか、綺麗にできてますか、素晴らしいです。素晴らしいですよ。じゃあいただきます。うん、なるほど。水豚みたい。そう、九州でいうなんかダゴみたいな。美味しい。なんかこのせんべいの原材料名か。じゃあ結局小麦粉だったから、そういうことですよね。お団子みたいな。このシャモスライスもいただいてみましょう。美味しいね。これシャモからの出汁がすごい。美味しい。そういう感じで私たちは今週ずっと鍋を食べ続けてきたっていうか、鍋みたいなものをねずっと食べ続けてきたんですけど、他に何をお取り寄せしたっけ？一つはですね、北海道タコしゃぶを食べました。食べましたね。これはね、タコが薄くしゃぶしゃぶできるような状態でスライスされてるのと、あとポン酢っていうのかな、タレがついてました。このポン酢も美味しかったね。ここはね、僕が頼んだところがもともとカニとか通販してる会社さんで、そこでもタコを扱ってますよっていう感じだったんだけど、最初ね、タコをさしゃぶしゃぶちょっとなんかさわかる。ひもじくないみたいなちょっとテンション上がんないよね。カニしゃぶとかさ、豚しゃぶとかさ、やっぱちょっとなんかね、物足りなくそう感じちゃいそうだねって言って、そうそう。けどまあ食べてみようっていうことで頼んでみましたが、どうでした？美味しかった。そうだよね。なんて言うんだろう、カニしゃぶとかさ、カニ鍋とかってさ、カニってやっぱ大味じゃん。だからなんかこう食べ過ぎるとさ、うってなんかなる、わかる？ちょっと。俺ね、ちなみにそんなにカニが得意じゃないんですよ。あ、そっか。そう、カニ大好きだからいっぱい食べるじゃん。で食べ過ぎるとなんかちょっと、あ、もういいですみたいなさ、ターンが来るんだけど、タコはさ、なんかあっさり。わかる。結構無限だった。そう、スルスルで結構さ、タコしゃぶ量があって、でこんな食べれるって思ったの最初。でもなんかスル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 食べれて、しかもなんか噛めば噛むほど味が染み出てくるから、なんか大人のしゃぶしゃぶだったよね。でもこれさ、一口目なんか食べた時さ、えってなったよね。物足りなくねみたいな。で食べ進めてたら、なんかいやうまいぞ、俺うまいってなって、気づけばもう2人で 500g ペロリ食べてました。食べたよね。なんか一緒に水菜とあとえのきかをなんかしゃぶしゃぶして、それをちょっと巻いてポン酢で食べて美味しかったんですよね。ついてくるポン酢もなんか美味しいよね。そう、カニ用のさポン酢だったよね。ちょっと酸味が強めのさ、でもやっぱりカニとかに比べてお値段がやっぱり半額以下ですから、結構そのお正月とかさ、家族みんなで集まる時にカニばっかりまあもういいけど、まあちょっとタコも入れてみると、なんかね、カニ鍋ってさ、カニを単体食べてさ、まあそれで美味しく出た鍋のお出汁でお野菜とか一緒に食べる、ポン酢で食べたりする。でもタコしゃぶはさ、海鮮と野菜を一緒にグッと包んで食べれるから、すごい良かった。わかる。教えてもらってありがとうございます。タコしゃぶってこんな美味しいんだっていう発見をしました。ぜひね、食べたことない人ね、皆さんがってまた思ってると思うけど、結構うまいよねこれね。なんか後からじわじわくる系の美味しさで、なんかまた食べたいなって思う。でもここ本当にさっきも言った通り、カニの通販がメインじゃん。だからカニと一緒に頼んだらいいんじゃない？そうそう。やっぱカニも食べた方がいい気する。カニとタコしゃぶのセットも売ってる。で2つ目が佐賀県の温泉湯豆腐。美味しかったですね。これは日本三大美肌の湯として知られる九州の名湯、嬉野温泉の名物で、温泉水で豆腐を炊くっていうのかな。だから温泉水ついてたよね。お豆腐3丁と、温泉水とタレがついたセットを今回購入しまして、正直豆腐3丁で3780円。まあまあお高いですね。ただ、温泉水を入れて、本当にトロットロになるまで、もう本当豆腐がお湯に溶け出すぐらいまでトロトロに煮込んで食べるってやつですね。ごまだれとポン酢もついてくる湯豆腐でしたね。そのごまだれとポン酢も美味しかったね。美味しかった。一回さ、一緒に佐賀の嬉野温泉行ったことあるよね。はい。あなたが地元が佐賀とは言っちゃいけないんだ。まあ別にか。まあ私の地元が佐賀県でして、親戚も住んでますんで、嬉野にはですね。食べたことありますもんね。僕はまあちっちゃい時から湯豆腐温泉、温泉湯豆腐食べてきたんですけど、改めてね食べるとやっぱ美味しいね。あとやっぱごまだれがね懐かしいんだよね。なんかポン酢じゃないんだよね。佐賀の人はやっぱごまだれなの？君の家だけ？うちの家はごまだれ。
いつもごま醤油言って、あなたいつもタレはごまだよね。私は今回の湯豆腐はポン酢でさっぱりいただいたんですけど、私も行ったことあるじゃん、嬉野温泉。まずね、嬉野温泉は、私のいくつか行ったことのある温泉の中で一番泉質が良かった。トロトロなんだよね。ほんとトロトロで、こうお風呂入った後さ、もうすべすべでさ、びっくりするぐらい。逆にさ、そのちっちゃい時にさ、その温泉といえば嬉野だったから、当たり前すぎてこのトロトロって別に特別だと思ってなかったよね。あ、そうなの。そうだからなんか他の温泉地行った時に、何これみたいな、家の風呂かなってそれは言い過ぎ。まあ大体サラサラめが多いよね。でも嬉野もトロトロだよね、ものすごい。で嬉野温泉行ったら、とにかく湯豆腐食べるじゃん。旅館で絶対出てくるから、絶対出てくるよね。だから美味しいですよ。私も一回食べたことあるけど、嬉野温泉の美味しかった湯豆腐がお家でも食べれるっていう感じで、まさかペットボトルに温泉水入ってくるとは思わなかった。しかもなんか3丁あるからさ、毎日ちょっとずつ食べれるからよくない？そう湯豆腐好きぜひ、ちょっとお高いですけど、食卓のお供にみたいな。結構豆腐がメイン級になりますからね。結構お腹いっぱいになるよね。次はあと何食べたっけ？あときりたんぽです。きりたんぽ食べましたね。人生初きりたんぽ鍋。なんかね、最初コメント来た時にやっぱきりたんぽは食べてみたいなと思ってさ、なんか食べる機会なかったんだよね。私も初めて食べた。これもさ、俺なんかもっときりたんぽって硬いなんか餅だと思ってたら、結構ご飯粒感の残ったホロホロ系で、これもなんていうの、お腹にたまるこのさ、この1週間の間に私たちはなんか福島旅行も行ってきて、でその旅行はまた後で後日 Vlog に上がるんですけど、そこでもさ、福島でもさ、なんかもうお餅食べたりとかさ、もうお腹たまる系のうどん食べて、福島のご飯に恐れおののいてたじゃん。お腹いっぱいになりすぎて、その後帰ってきてから鍋食べて、きりたんぽを食べて、今僕たちこの 1,2 週間でとんでもない量の東北を摂取してる。そうそう。やっぱ多分寒い地域特有だから、保存が効くとかっていう料理をたくさんいただいたから、きりたんぽもそれ系で、なんかそんなホロホロ系のさ、ご飯餅みたいなやつなのに、それだけでお腹いっぱいあるからさ、その後におじやしたりとかさ、ラーメンしたりとか思わないじゃん。東北の鍋は締めっていう文化がやっぱないんかな。ね、思った。やっぱ九州はさ、もつ鍋食べたらちゃんぽん麺とか雑炊にして食べるじゃん。東北はもういきなりガツンとものが多いなっていう印象。このせんべい鍋もそんな感じじゃない？これはお腹たまるわ。どれが一番順位つけるとして？順位？ほらメイクの時もやったじゃん。じゃあせーので1位発表する？ OK。いや、揃いそうな気がするな。せーの、タコしゃぶ。自分の期待をはるかに超えてきたっていうその驚き、美味しかったよね。だから年末でこう家族が集まる時に、カニ鍋もいいけどタコしゃぶもね、機会があればぜひ。でこういうきりたんぽ鍋とかせんべい鍋はなんか年末のごちそうっていうよりかは、こういうちょっと肌寒い日の夜とかに頼んで食べたらなんかホッとして美味しい気がする。皆さんありがとうございました。一旦食べよう、真剣に。もうね、まだまだラジオは続きます。はい、一旦食べてからまた続きを始めたいと思います。はい、ではごちそうさまでした。美味しかった、お腹いっぱい。そんな私たちですが、デザートは別腹ということで、今回用意したのがコンビニで買ったんですけど、ポロショコラホワイトムーミンムーミンパッケージですね。ムーミン×ラグノーだそうです。これポロショコラって知ってる？いや、知らない。カルディでも買えるんだけど、これのチョコレート大好きなんだけど、それのホワイトチョコらしい。そうなんだ。とホワイトチョコレート。美味しい。はい、そういう感じで年末が近づいてるからもうバタバタしてて、やっぱ年末って仕事も忙しくなるじゃん。だからもう本当に目まぐるしい毎日を過ごしてるんですけど、今週はですね、仕事の他にさくらももこ店に行ってきました。はい、六本木にあるんですけど、すごい良かった。ちびまる子ちゃんってこと？そう、ちびまる子ちゃんのさくらももこさんのなんかこうラフ原画とかなんかエッセイとかがこう全部買ってあったりとかしてすごい良かった。さくらももこさんのことをよく知れるって感じかな。ちびまる子ちゃんっていうよりかは。でなんか初めてさコラボカフェみたいな、なるほどね、行って、ああいうのってさなんか見かけ倒しなんかなみたいな、思うじゃん。意外とちゃんとクオリティすごかった。
びっくり最近はそうどこもそうでしょ。いやあれってバカにできないなと思った、なんか期待以上って感じでなんかカップルもいっぱいいたし海外の人も来てたりとか。ああそうやろうね。そうで世の中のさカップルってこういうデートを重ねてんだなって思ってなんか勉強になってうちらもやろう。なんか展示見に行くデートみたいな、美術館行くとかさ。美術館いいね。みんなそういうことやってんだろうなと思っていいデートだなみたいな。3連休の中日に行ったんですけど、ああそっか、はい、だったら多いやろうね。みんな3連休デートで桜桃子店に行ってました。そんな1週間でしたね。でもまたさ11月今1週目2週目、また暑くなってさと思ったら今日からまためっちゃ寒いしさ、ようやく冬が来たなって感じです。本当だよね。ようやく鍋とか食べててさほっとしたりさ、あとさあんまんとか肉まん食べたくなったりあんた年中好きやろそれいつもコンビニであんまんくださいこしあんのやつ知ってる？関東はこしあんで関西は粒あんなんだよ。俺もちっちゃい時から粒あんばっかり食べてたでしょ、で私はさちっちゃい時からこしあんのさあんまん食べてたのにさ、10年私は福岡で仕事したでしょ、10年間ずっと粒あんを食べてたのよ。なんかさなんかのコラボマンの時さ、これこしあんなんやけどとか言ってさずっとコラボマン食ってたよね。初音ミクマンだよ。初音ミクマンかこれだけ九州でこしあん食えるとか言ってそうなんか一時期突然初音ミクコラボがこしあんだったよね、もう毎日食ってた。毎日食べてた。だからもうおしるこもさこしあん派なの。ああ粒あん派だもんでしょ、っていうね、まあ、どうでもいい話なんだけどそんな1週間、まあ、冬がやってきましたねというような感じです。で今週はですね前回お悩み相談っていうかそういうの募集してたんですけど、いくつか来てましてそれを答えていきたいなと思います。1個目はちょっとお悩みじゃないんですけど、ちょっと面白そうだったからこのコメントを取り上げようと思います。いきます。ラジオネーム卵かけごはんさんからのお手紙です。ミクさん先生こんばんは。こんばんは。いつも動画を楽しく拝見しています。今週のハロウィンツリーがすごく素敵で一気にハロウィン気分が高まりました。前回はハロウィンのことを動画にしたんだね、さてミクさんと先生に質問です、もしも宝くじ3億円が当たったら何をしますか？こんな質問をしておきながら私は一度も宝くじを買ったことはないのですがもしも当たったら暮らしやすいシンプルなお家を建てたいです、そしてあとは貯金に回して身の丈に合った暮らしがしたいです。きっと誰もが一度は考えたことのあるテーマかと思いますが、ミクさんと先生ならどんな答えを出されるのか気になり質問させていただきました、やはりご旅行などの体験に費やされるのかなと想像します、だそうです。3億当たってさ身の丈に合った生活できるわけないじゃんそうだよね身の丈に合った生活できないよな。3億か。3億って意外とすぐ使い切っちゃうかな。あんたはね何それあんたは。これ夫婦で3億ってこと？いやもうお互いじゃない。一人でってことね。当たったら言う人？言うよ多分。もう隠しきれないあなたにはね、当たったら言わない人？俺結構バレない自信あるやんけ。言ってよ。実はもう当たってるとかないよね怖言ってね。当たったらちょっと、絶対言わないじゃん今のか。どうする？やっぱ夢っていうか、ハイブランドなり、自分の好きなブランドなり何でもいいんだけど、こっからここまでくださいって一回やるね。で色違いとか買っちゃうね。例えばマリメッコのタウンとかで、黒とブラウンありますみたいな、2色あるんですって、じゃあ2色ともっていうのを一回やるね一旦、あとはもうちょっとあんまり何に使いたいかっていうのがちょっとないか、つつましく暮らして本当に意外と分かんない、暮らせないかも3億円でしょ。なんか意外と私すぐ使い切っちゃいそうで、結構割とヒヤヒヤしながら暮らしそう。あなたは？多分ね、しばらく使わずに普通に暮らす。内心ウハウハよ内心ウハウハで、俺3億円持ってるけど、普通の暮らしできちゃう俺みたいな。普通に暮らす。普通にコンビニとか行ってなんかおにぎり買ったりとかね、お惣菜の何10%オフみたいに買ったりとかして、でも俺3億円持ってるみたいなっていうウハウハを1年ぐらい楽しみそう。そうね。じゃあ結局ないんですか、そのウハウハ楽しんだら。楽しんだら、3億か。世の中の恵まれない子供たちにうわずるいよそれ。私もそれ言おうとしたけど世界中の子供たちのサンタクロースになろうか、ずるい。それはするだろうね。なんか、3億円なんかそうしないとなんかちょっと保てなさそう。ちょっとお金をきれいにしようとしてるやろなんか
自分で稼いだ3億円だったらさ、なんかこう羽振りよくっていうかさ、自分で稼いだしみたいな感じでこううまく使えそうなんだけど、そんなこうポロッと棚から落ちてきた 3億円みたいなのはさ、ってなっちゃう。そうだよね。結構だと思う。使い切れないな、多分。それかもう逆にもう早めになくしちゃうとか、俺もそっちだと思う。使い切っちゃいそう、早めに。逆に使い切っちゃった方が、だってそのお金巡ってさ、身内と揉めたりさ、友達と揉めたり、自分の身に危険が及んだり、そういわゆるあぶく銭みたいなやつは、もう一瞬で使っちゃう。もうないですっていうところまで。結論しょうもない結論だったな、私。こっからここまでくださいを1回やるっていう。あなたは？分かった。好きななんかスポーツとかのチームのスポンサーになる。それいいね。それ楽しそう。じゃあ推しとかの最強オタクみたいな、なんかその握手会とかにめちゃイケてるオタクになれるよね。じゃあちょっとこんな質問もらったから宝くじ買います、今年。うわ、この人がダウンを2色買いしだしたら疑われる。ミクさんそれ2色買いですか？もしや当たりましたねって夢膨らみますね、これは。じゃああともう一個読んでいきたいと思います。薄川餃子さんからのお手紙です。30歳だけどパートナーが5年くらいおらず、好きな人もできません。どうしたらもう一度恋ができるでしょうか。結婚は恋愛とは違うといえど、恋愛から始まらない結婚はなかなか想像できません。ミクさん先生夫婦のような、親友みたいな、兄弟みたいな、恋人のような夫婦に憧れています。人それぞれ人生のタイミングは違うとは言うけれど、私にはいつそのタイミングが来るのかしら、迎えに行かなくちゃいけないのかしらとお年頃ですし、やきもきした1年を過ごしました。何かアドバイスやアイディア、助言があればいただきたいです、ということです。30歳だけどパートナーが5年ぐらいおらず、25から5年ぐらいパートナーがおらず、好きな人もできない。どうしたらいいでしょう。分かんない。いやでも難しいと思うよ。だってさ、私の周りの友達もみんなさ、彼氏欲しいとか言ってさやってるけど、なんか難しそうだしさ、私もじゃあ今さフリーだとして、こっからさ恋人見つけろみたいに言われた時に、どうやって見つけたらいいんだろうみたいなさ。でも時代的にはアプリとかなんじゃない？いやそうなのよ、アプリ。もうだって生活の中じゃまあ無理じゃない？普通に過ごしてってこと？同じ会社とか取引先の人とかわかんないけど、なんかさ、もう今セクハラとかさ、確かにメールでご飯行きましょうとか言ったらそれがね、さらされるかもしれない難しいよね今ね。友達の紹介でもなんかちょっと嫌だよね。嫌だよね。例えば俺がさ、女友達でさ、みくちゃん彼氏欲しいんでしょ、私の友達にいい人いるよっつってもさ、なんかさ、あなたが付き合わない、なんていうの、その上下はないけど、なんか難しいよね。確かになんでじゃあそこ付き合ってないんだろうみたいなさ、とかいろいろなんか詮索しちゃうし、詮索しちゃうね。なんかいや難しいよね。いやアプリも大変っぽいよ。やっぱこの人めっちゃいい人じゃんみたいな当たってもさ、よくよくこうやっぱ今調べれる時代じゃん。怖っ。調べたらさ既婚だって分かったりとかさ、なんかやっぱ経済的に成功してる男性で、そのスペックが高いと言われてる男性ってもう検索したら経営者でインタビューとか受けてるわけよ。もうインタビュー受けてて、なんか奥さんがいますみたいな。だからすぐだからやっぱりちゃんとした結婚相談所とかね、お金ちゃんと払うとこね、あと何気に自治体が主催する婚活イベント結構穴場だと思うんですよ。あなた前職でめっちゃ婚活イベントでマッチングキューピッドだったもんね。まあね、これねすごいマッチングさせてたよね。だけど僕が一番最初に入った会社が、で、まあいろんなねことをする会社だったんだけどまあその中の一個に、その民間のやつは知らないけど、その自治体関係のやつをお手伝いしたことあって、で、まあ、その時に結構ね、制約っていうの、マッチング俺結構すごくて15対15とかで平気で4組5組すごいよね。まあそもそもね結構盛り上がるわけよ。でまあみんなもちろん一人一人とか、まあ、友達連れてきたりとかして、まあいろんなね俺結構これ語れるよ。だからね、まあ、いろいろねテクニックがありますから、いかにね現場の状況を見てあそことあそこくっつきそうだなっていうのをちょっとずつ濃くしていく。だから結構自治体の方は来る方もねほんとみんなちゃんとしてるっていうか、おちゃらけてきてる人がいないから、本当にねいいなと思った。確かに都内とかねだとそのパーティーって今やってんのかな、あんま聞かないけどさ、
地方だったらそういうの参加するのありだよね、その地域でできるだけそこでさ見つけて、その地で生活していきたいとかだったらそうそうそう、ね、見つけやすいし、結局さ結婚しようと思ったらさ、職場がお互い近くないとさ、ね、片方の出勤めっちゃ時間かかりますとか言ったらさ、現実的じゃないじゃん、自分の住んでる自治体とかエリアで結構婚活パーティー、割とその参加費も安いんですよ。自治体で開催されるからね。そうそう、男性の方がさ、参加費高いとその分なんかそれを払えるくらいの男性が来そうって思うじゃん、でも意外と奥手っていうか、そのちゃんと自治体とかその信用が受けるところでやりたいみたいなパターンの男性も結構いて、場所によるし、そのイベントのごとによって違うんだろうけど、割と俺がやってるところは、逆になんで結婚しないんだろうみたいな男女が集まって、だから地方にお住まいの場合は自治体系のやつおすすめだと思います。そうですね。でもさ、東京に住んでたらさ、30で結婚しないとって思わなくない？思わないね、全然思わないかも。なんか欲しいなって周りも言うけど、そんな本気では思ってないでしょみたいな、確かにそうなんだよねみたいな、いや今楽しいもんな普通に人生みたいなさ、一人でもそのプラスアルファであったらいいけど。俺も周りの友達結婚しないやつとか別になんか結婚したいとか一言も言わない。でもなんか友達も言ってたけど、友達がなんか相談した人が言ってたのは、恋愛とか結婚っていうのはオプションだから、人生のそれを主軸として考えたら何一つうまくいかないから、オプションだと思って生きていきなさいって。難しいですね。でもやっぱタイミングっていうか、人生のタイミングで出会う時いきなり出会ってすぐポンポンポンって言ったりするからね、本当わかんないよね。どうしたらもう一度恋ができるんでしょうか。いいね、甘酸っぱいね。気づいたら恋をしてるでしょうか。そうだよね。はい頑張ってください、薄川餃子さん。薄川餃子さん、いい名前。いいね、いい人に出会えますように。焦る必要はないですよ、やっぱり、焦っていいこと何もないですからね。そんな感じで、今週はお取り寄せについて語るのがメインだったので、この辺で終わりにしたいと思います。次のラジオのテーマを決めてラジオ終わりにしたいと思うんですけど、次はもう決まってるんですよね。あら、何でしょう。ラジオのテーマは、ちょっと心がモヤモヤしてしまったトゲトゲとかモヤモヤとか、そんなエピソードいただければと思います。何かとは言いませんが、いっぱい皆さんコメントしてくれるとすごく助かりますよね。はい、そうなんです。何でもいいんですよ。なんかこんなことあってちょっと心がちょっと疲れ気味ですとか、こんなことがあって心がトゲトゲしてますみたいなエピソードをねいただければ、年末に向けてその心をまん丸にしてくれるんですか？はい、していきたいと思います。うわ、すごい自信。解決するというよりかは、そういうエピソードをいただいて、みんなでそんなこともあるけど大丈夫だよ頑張ろうねっていう、そういう会にしていきたい。そうですね。はい。じゃあ皆さんに心が少しトゲトゲてしまったこと、モヤモヤしたこと、そんなちょっと疲れたエピソードでも何でもいいので、本当に小さいことでも何でもそちらを募集したいと思います。できればたくさんいただけるとありがたいです。そうなんです。ここまでお願いすることなかなかないんでそうですね、本当に皆さんさせていただければと思いますはい、そういう感じでコメントお待ちしています。こちらのね動画のコメント欄にお願いします。それでは今週のラジオもありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。